皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。普段は拡張機能の紹介や WebUI の使い方に関することが多いのですが、本日はノイズ法という少し変わった画像を生成するテクニックについて紹介します。この方法を考えたのは三月のぞみさんという方で、ノートの方で4回にわたる記事で紹介されています。とても良いアイデアであると思い、この方法を YouTube 動画で紹介して良いかお尋ねしたところ、紹介することに快諾していただきましたので紹介させていただきます。三月のぞみさんの記事は概要欄にリンクを載せてあります。今回の動画もいつもと同様に、ステーブルディフュージョン WebUI を使用していることを前提に話を進めています。またコントロールネットが使えていることを前提としていますので、コントロールネットのインストールが済んでいない方は、私のコントロールネットインストールの動画を見てください。ステーブルディフュージョン WebUI を使ってエチエチな画像を作るのも楽しいのですが、芸術的な作品を作るアイデアもとても面白いのでぜひやってみてください。やりだすと結構ハマる人もいると思います。それでは早速始めていきましょう。本日まず最初に使うモデルはエニシング V4.5 です。プロンプトはワンガール、フラワー、バタフライ、アウトサイド、レンズフレア、そしてローラのモアディテールズを 0.6 倍の強度で入れておきます。ネガティブプロンプトはいつものテンプレのネガティブプロンプトを採用しています。サンプリングメソッドは DPM++ に MSDE カラスでステップを30にしています。ハイレゾフィックスはウルトラシャープで 1.5 倍の強度で入れています。横長の 1.5 倍の画像で、その他はご覧のような設定です。そしてAディテイラーのフェイスを入れております。これでまず普通に生成した画像がこちらになります。このような画像が生成されました。なかなかいい画像であると思いますけれども、すっきりしすぎている感じもあります。ここからノイズ法をやっていこうと思います。コントロールネットの画像置き場にノイズ画像を入れて画像を生成します。ノイズ画像はこのような画像ですけれども、この画像も三月のぞみさんが連載の記事で提供されていますので、ぜひその記事を全部読んで、このノイズをダウンロードして使っていただければと思います。もちろん、ペイントソフトで作成することも可能です。今回は三月さんが提供されているスタンダードノイズビビットというノイズ画像を使って画像を生成していきたいと思います。今回はコントロールネットを使いますが、マルチコントロールネットを使います。よって、VRAM の消費がやや多い方法になります。まだマルチコントロールネットを使用していない方は、セッティングの欄に入っていただいて、左の項目のコントロールネットを選んでいただくと、マルチコントロールネットマックスモデルアマウントというところがありますので、ここのスライダーを動かしていただいて、これを2以上にしておいてください。2あれば足ります。変わったらアプライセッティング、そしてリロード UI でセッティングを変えてから始めてください。それでは行きましょう。まずは紹介されていた通りやってみます。コントロールネットを開きましょう。そして、すでに入っていますけれども、ここに先ほどのノイズ画像を入れます。そしてまずコントロールネットユニット0ですね。それでイネイブルにチェックを入れて、まず最初にラインアートを選択します。そしてこちらから、プリプロセッサーからラインアートアニメを選択して、コントロールウェイトを 0.6 にします。そしてスターティングコントロールステップを 0.1 にして、エンディングコントロールステップを 0.6 にします。このコントロールネットウェイトというのはコントロールネットがどのくらい重く働くかということで、スターティングコントロールステップとエンディングコントロールステップに関しては、画像生成のどの時点からコントロールネットの影響を与えるか、そしていつコントロールネットの影響を終わらせるかを決めるというものです。この辺は微調整で画像が変わってきますので、まずは紹介された通りの設定で実験して、その後いろいろと触って調節していくのがいいのではないかなと思います。コントロールモードはバランスを選択しています。そしてまずこれで画像を生成してみましょう。これが生成された画像になります。どうでしょうか？普段生成される画像よりもかなり花がたくさん描かれていたり、いろいろなところの細部に書き込みが多い画像が得られたと思います。このラインアートでノイズを読ませておくことで、このノイズがいろいろなものを書き込むという情報に変わって、画像の中にたくさんの要素を書き込んでくれるという状況になるようです。ラインアートアニメのプリプロセッサーで出来上がっている画像ですが、
このようなランダムな線が画像に影響を与えるということになります。ではこのコントロールネットの影響を見るために、コントロールネットのウェイトを0から1まで変えて画像を比べてみます。では画像を比べていきましょう。コントロールネットのウェイトが0。これが元画像ですね。次が 0.2。少し花がたくさん描かれるようになりました。ウェイトを上げると花がたくさん出てくるようになります。非常に綺麗な光とかも出てきました。0.4 ですとさらに書き込みが強くなってきている印象があります。そして 0.6。これが紹介された 0.6 ですが、比べるとこちらのこの服の光とかもとても綺麗ですね。少しお花がぼやっとしたりした感じもありますけれども、画像全体のぼやけがちょっと出るんですが、非常に綺麗ですね。そして 0.8 まで行くとまたこのような形で、これもとても綺麗ですね。書き込みが多い。モデルによって最適な設定も違うと思いますので、モデルごとの設定も必要かもしれません。ただ背景が少しぼやけすぎてしまってきている感じがあります。1になるとノイズがちょっと強いということになります。どれが好きかというのは人それぞれですが、0.4、0.6 あたりが綺麗なのではないでしょうか。今のコントロールネットのラインアートに関しては、このカラフルなノイズ画像の色情報はありません。しかし、このカラー情報を入れるということもコントロールネットでできるということです。その方法がコントロールネットタイルになります。コントロールネットのユニット1のイネイブルにチェックを入れてタイルを使います。モードでタイルを選択して、プリプロセッサーはこのままのカラーの情報を入れるので、ノウンを選択します。コントロールネットウェイトは色をしっかり入れるために1を採用します。そして特殊な使い方ですが、このスターティングコントロールステップを例にして最初から色の情報を入れるということ。そしてエンドコントロールステップを 0.1 とすごく早くして、早めに色の情報を引き上げるということが必要なようです。このタイルは元画像の情報を長く入れていると、元画像と同じ画像を作ろうとしますので、色情報だけ渡した後、早く引き上げるということになっているんだと思います。そしてその 0.1 以降はラインアートの影響を入れていくというような画風です。それでは画像を生成してみます。これが生成された画像になります。とても綺麗な画像ができていると思います。先ほどよりもかなり色味がパステル調になっている感じです。元に使ったノイズ画像は正方形の画像ですが、コントロールネットのプリプロセッサーを通すと、この画像と一致した形に調節してくれているようです。タイルのコントロールウェイトを変えて画像を比較してみましょう。出来上がった画像がこちらになります。こちらはタイルを入れなかった画像です。タイルの強度 0.2、あまり 0.2 では変わりませんね。0.4、0.4 からだいぶ変わって、ピンク色の要素がかなり入ってきました。これは使ったノイズの色にもよると思うんですが、カラー情報が入ってきている印象があります。0.6、さらに書き込みが非常に多くなって、キラキラとして綺麗な画像ができているのではないでしょうか。0.8、まさかの女の子がいなくなりましたね。このような状態になることもあるんですね。1.0、1.0 になるとまた違う女の子が出てきました。予想外でしたね。このあたりが AI 画像生成の面白いところですね。この画像も少しぼやっとしていますが、幻想的で綺麗な画像であると思います。次にいろいろなモデルを使って、モデルによる画像の違いを見ていこうと思います。設定はみつきさん紹介の設定のままで、いろいろなモデルでいこうと思います。普段使っているものから、リアル系やアニメ系のモデルを選びました。XYZ プロットで比較していきましょう。では見ていこうと思います。エイジレスネイト。お花がたくさんで、肩の服のところまでお花になってしまいました。エイジレスネイトにとってはちょっとコントロールウェイトが強いのかもしれませんが、非常に書き込みの多い綺麗な画像になっています。次に、エニーローラ。非常に綺麗な書き込みの多い画像になっているのではないでしょうか。次はエニシング V4.5。これは先ほど紹介した画像ですね。これはエニシング V5 インク。水彩画のような画像を描いてくれるチェックポイントなのですが、少しボケが強いですね。水彩画であれば設定項目の調節が必要かもしれません。ブレイシングエボミックス。リアル系ですが、リアル系でもお花をたくさん描いてくれました。人の方は
顔はエイディテイラーで綺麗にしているというのもあるのですが、顔が綺麗で周りにお花がいっぱいの画像ができています。カウンターフェイト、非常に綺麗ですね。カウンターフェイトはもともと綺麗な背景を描いてくれるモデルですので、この画風と合うかもしれないです。構図が非常に綺麗で、書き込みの多い綺麗な画像になっています。そしてピクサーも非常に綺麗ですね。意外と有望株かもしれません。花がたくさん描かれていますが、一つ一つの花が壊れず綺麗に描かれています。構図もファンタジーですね。私は結構好きです。ドリームシェーパーはやはり優秀ですね。ドリームシェーパーは何をやらしてもいつも綺麗で大好きなモデルなんですけれども、この画風とも非常に合っている印象があります。マジックミックスもお花がいっぱいで、エイディテイラーで可愛いお顔にしてくれています。リアル系ではエイディテイラーを使用すると良いですね。次にメイナミックスも太いしっかりした線がボケを抑えるという点で、少し画像全体がぼやけがちのこのノイズ法に非常に合ったモデルではないかなと思います。メイナ・アンリアルも同じですね。非常にこの画風に合っていると思います。私のおすすめはカウンターフェイト、ドリームシェーパー、メイナミックスあたりですね。少し違うことを試してみましょう。以前にイメージ2イメージの背景に真っ白なキャンバスや色のついたキャンバスを入れると画像に影響を与えるという動画を投稿したと思うんですけど、今回はノイズ画像をイメージ2イメージのキャンバスとして一回使ってみようと思います。モデルはドリームシェーパーを使っていて、先ほどのプロンプトと一緒です。そして美月さんが提供してくれているノイズ画像のサイズが1536と非常に大きかったので、ちょっと逆にサイズを小さくします。大きいと画像が崩れる可能性があるので 1024×1024 にしてデノイジングストレングスを調節していこうと思います。今回はデノイジングストレングス 0.5 から1まで調節していきます。コントロールネットは使用していません。それで出来上がった画像がこちらになります。デノイジングストレングス 1.0 から見ていきましょう。デノイジングストレングス 1.0 ですと2人の女の子が生成されましたが、モザイクの影響がなく普通の画像という感じです。0.9 になると2人ですが、花とキラキラがほんの少し増えたかなという感じがあります。0.8 だと1人の女の子になって、そうですね。0.9 と比べて少し書き込みが多いですかね。あまり変わらないかもしれないですね。0.7 までいくと明らかにお花の数が増えてきているのがわかりますね。画像も全体的にふんわりとしてきましたね。そして 0.6、 少し画像がぼやっとしてしまいましたが、書き込みが非常に増えています。モザイクの影響が出てきていますね。そして 0.5 だとお花畑だけになってノイズが強く認識されすぎているという状況になりました。コントロールネットほどうまくは影響を与えていないですね。ただ新たなテキスチャー画像を作るときには使えるかもしれません。デノイジングストレングス 0.8 の画像でコントロールネットのラインアートを入れてみます。イメージ2イメージのデノイジングストレングス 0.8 で下地にモザイク画像を入れて、同じモザイク画像をコントロールネットにも入れてラインアートのみの影響を与えています。コントロールウェイトを変化させて比べてみます。まずこれがラインアートの影響なしのコントロールウェイト0の画像です。そして 0.2、 書き込みが若干増えているような印象があります。 0.4、 それほど大きな違いはないですが若干増えていますかね。書き込みが 0.6、 この辺りになると明らかに花の数が増えたり書き込みが増えてきているような印象があります。そして 0.8 になると髪の毛のあたりの花が増えたり服のパターンがはっきりしたりしてきていますね。意外にもボケるのではなく画像が逆にシャープになってますね。 1.0 になると細かい蝶々みたいなものが髪の毛の上に入ったりしていますが、画像の輪郭が乱れるということがありますので、この画法でもコントロールウェイト 0.6 から 0.8 くらいを使うとちょうどいいのかもしれません。またテキスト2イメージに戻りましょう。少しプロンプトを変えて、このタイルの方なんですけれども、これは色情報だということですので、ノイズ画像ではなくただのベタ塗りの色を入れて画像を生成してみました。左が赤で右が青のこの画像を使ってみます。
色が濃いのでタイルのコントロールウェイトは 0.6 に少し弱めてみますね。それで生成された画像がこちらになります。やはりタイルが色を継承するということは間違いないようで、右側が青くて左側が赤い画像ができています。コントロールウェイト 0.6 であると左右の色の違いもふんわりとしていますね。これならコントロールウェイトを上げても大丈夫そうですね。コントロールウェイトを 1.0 にした画像がこちらになります。より右側が青くて左側が赤色が反映された画像ができたのではないでしょうか。綺麗ですね。青い星空と赤い花、赤い不思議な光が生成されることもありました。綺麗ですね。この画像は赤と青のコントラストが強く幻想的ですね。綺麗です。やはりこのようにコントロールウェイトのタイルを使って色を誘導することができそうですね。またこのノイズ法ではインカミング、アタック、マジックエフェクト、ファイヤーワークスなどのプロンプトを入れると幻想的な画像が作れるということですので試してみました。数枚画像を見てみましょう。このように普通ではなかなか描写されないような周りがかなり書き込みの多い幻想的な画像が生成されました。まだ私の画像生成があまり上手ではないのでキラキラ感がそれほど強くないですが、綺麗な画像を美月さんがノートで紹介されていたので見てみてください。今回はノイズ画像を使ってコントロールネットで書き込みと色彩を調節する方法を見ていきました。まとめると、書き込みに関してはコントロールネットのラインアートを使ってコントロールウェイト、そしてスターティングコントロールステップ、エンディングコントロールステップを調節して書き込みを増やします。色合いに関してはコントロールネットタイルを使ってプリプロセッサーはノンにして、エンディングコントロールステップを 0.1 にすることで色の情報を与えるという方法です。応用無限大でパラメータやコントロールネットのタイプ、元のモザイク画像、色画像、モデルを変えることで全然違った効果が得られると思いますので、やりだすと少しハマってしまい時間が溶けていきますけれども、芸術的な絵を描く一つの方法としてとても良いと思います。さて次は本日のローラのコーナーです。本日のローラ。本日は今日のテーマにぴったりのリキッドクロースです。幻想的な絵を描くためにはとても良いローラでお気に入りの一つですので紹介します。このローラのトリガーワードはリキッドクロースです。ワンガール、天使の輪の絵文字、ローラ、トリガーワードなどを入れて画像を生成しました。まずはモザイク法を使用しない画像がこちらになります。プロンプトにレンズフレアを入れていますので光が強調されていますが、服が水のようになって綺麗ですね。水の動きがとても綺麗ですね。下の水着は黒のこともありますし、ないこともあります。見えそうで見えないところが最高ですね。ではモザイク法で使っていきましょう。出来上がった画像がこちらになります。とても幻想的で綺麗な画像が生成されます。服も水のようになって透けていて、なんかいい感じですね。絵心はあまりないですが、なんかいい感じです。怒られそうですが、芸術家になった気分ですね。この子は透けすぎちゃいましたね。でもとても綺麗です。虹色のグラデーションをタイルに入れました。幻想的な画像ができました。最後はハイレゾ3倍でステップ50です。このまま消えていきそうですね。アニメ映画のワンシーンみたい。かなりこのウォータークローズとノイズ法は相性がいいのではないでしょうか。普段の画像に飽きてきた時はこのような方法も試してくださいね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。この動画が役に立つじゃんと思われた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。